皆さんこんにちは。今回のテーマは、毎月恒例の小型株需給分析について、まずは先月4月の6日にご紹介した小型株がその後どのようになったか検証していきたいと思います。そして後半では今足元で需給が逼迫している小型株、その中で企画として実際に投資していく銘柄をご紹介していきたいと思います。よろしければ今回もぜひ最後までお付き合いください。当シリーズ始まって約半年、おそらく皆さんもどのような前提のもとで分析を行っているかというのはすでに多くの方がご承知かと思いますが、ごく簡単におさらいします。まず右側ヘッジファンドというのが空売りを仕掛けたいと思っている小型株、これを空売りするための株券調達するにあたって左側の貸し手から証券会社を仲介して借りてくるわけですけれども、特に小型株となると現物保有しているファンドというのはほとんどなくて、個人投資家の信用買い、こういったところから中心に借りてきます。信用買いの場合、株券の名義は証券会社となりますので、ヘッジファンドは小型株の値下がりを期待して株を借りてきて空売りを行います。ただ思惑とは裏腹に、その銘柄が株価上昇した時には、ヘッジファンドのポジションとしては損が出ている状態。一方で信用買いのポジションは利益が出ている状態ですので、このポジションをクローズして利益確定したい、もしくは、あるいは減引きして長期保有に切り替えたいと思う向きが出てきます。ただ返してと言われても、ヘッジファンドの方では含み損が出ている状態ですので、今これを買い戻すことはできない。そうすると仲介している証券会社は、板挟みとなってしまい、信用買い、返してと言ってきているところに、当てがう株券が見当たらないと。同業他社で余っているとこ、さらにそこからも調達できなければ、マーケットから買ってくるしかないと。それが株価のさらなる踏み上げを呼び起こすシナリオにつながってくるわけです。そこでどのようなデータを分析していくか。まずは右側のヘッジファンド。これが流通株に対してどれくらいの株数を空売り行っているかというのを観察していきます。さらに左側信用買いの数量についても同様に流通株に対する比率を取る。これによって出来上がる各銘柄のグラフというのがこちら。毎週のデータを0より上側オレンジの棒グラフ。ここで空売りの流通株に対する比率。一方で下側に水色の棒グラフで信用買いの流通株に対する比率を表しているものですね。この中で人差し指が指している4つのデータ、トレンドとしての購買、そしてトレンドから導かれる足元の近似値と実際の直近の比率、その差を取ることでこれまでの拡大傾向とともに足元での拡大度合いの加速というのが観測できると、そういったテーマで分析しているシリーズの動画になっています。それでは先月の頭にご紹介した小型株、前回ピックアップした銘柄が株価どのようになっているか、まずどのような銘柄をリストからピックアップしたかおさらいしてみますと、銘柄の選別条件としては直近の空売り比率が 50% 以上、そして足元の空売り比率が近似値に対して上回っている、つまり直近のところで拡大傾向になっているという条件です。つまり直近の週で普段よりも大きな空売り比率の伸びが確認される銘柄という条件です。一方、信用買いの比率は流通株に対して 20% 以上、最低限需給逼迫に必要な水準積み上がっているという設定です。そして直近の空売り比率が高い数値を記録しているものから順番に並べ替えを行い、一応前回の動画、検証テーマとしては、空売り比率の近似直線、この勾配について拡大傾向ということは0以上が好ましいはずなんですが、近似の期間として6ヶ月取っているために、例えば3ヶ月ごとにデコボコしているような銘柄ですと、近似直線の勾配というのは0になってくる。ここの数字が6ヶ月の期間でマイナスであっても、例えば足元1ヶ月では拡大しているという銘柄、それでも踏み上げのチャンスがあるのかというのを調べたいと、そういったテーマで前回の動画は銘柄を選別していました。そしてご覧のリストの中から、まず購買の数字が大きいトゥーストーン&サンズ、アウンコンサルティング、そしてエレメンツ、また直近での拡大の比率が高いテクノロジーズ、イーロジット。ただ直近の比率が近似値よりも大きく乖離して増えているものというのは、空売りをするための株券の材料となってしまう信用買い、この比率も同時に引き上がってしまうと、ある程度自然の摂理で相関が確認されるような右側の数字、ここと比較したときにより数値として魅力的なのはテクノロジーズというようなお話をいたしました。そしてちょうど中ほどのフィクサーという銘柄、これを最後に加えて6銘柄選んだ中で
実際に投資したのは4銘柄となっております。それではピックアップした6銘柄、実際に投資した4銘柄の株価はどのようになっているかご覧いただきますと、まずトゥーストン&サンズ、ご紹介した直後の株価、終値ベースでグラフ上に示されているものですけれども、4月の8日に1766円だった株価、こちらの銘柄に関しては、すぐに投資をするのではなく、少し様子見をして、出来高盛り上がってきたタイミングで買っていきたいということで、動画ご紹介した直後に買ったわけではありませんけれども、実際に投資をした銘柄となっています。そして続いての銘柄はこちらアウンコンサルティングですけれども、こちらの銘柄に関しては株価推移を見た上で、あまり空売り比率に対して逼迫の魅力を感じないということで、実際の投資対象からは外しておりました。そして3つ目の銘柄はこちらエレメンツですけれども、こちらの銘柄も株価推移としては非常に形綺麗になっていたんですが、決算発表を控えていたということもあり、それを一旦待った上での投資対象としております。ですので、こちらの3銘柄の中で実際に投資した左上、トゥーストンサンズと下のエレメンツ、動画をお出しした直後ですと、足元のところあまり芳しくない。株価の踏み上げ未だ起きていないという状況ですが、一応この1ヶ月間ですね、グロース250指数と言われる昔マザーズ指数と呼ばれていたもの。これ自体、後ほどグラフご覧いただきますが、非常に軟調な推移をたどっていて、小型株自体にあまり風が吹かないような相場環境でしたので、ご覧の銘柄に関してはその展開通りの株価パフォーマンスとなってしまっているようです。ただ左上のトゥーストンサンズに関しては、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、こちらの小型株需給分析を始めるきっかけとなったトンピンさんが足元言及しているような銘柄ですので、まだ売却せずにもう少し様子を見ていきたいと思います。残り後半の3銘柄、こちらに関しては、金利を取る期間を6ヶ月もしくは3ヶ月にすべきなのかというようなテーマを念頭に置いて選んだ銘柄。まずテクノロジーズですけれども、動画紹介時点で大きめの株価調整が入っていましたので、ご覧いただいている終値ベースのグラフではなく実際の投資ということで、寄り付きから見ていけば、4月の8日明けた直後に大きめの戻しが入りましたので、結局動画をご紹介したところが谷底だったということで比較的買いやすかったかと思います。その後は大きく上げてはいませんが、軟調な相場環境に比較すると相対的に底堅い展開だったかと思われます。続きましてこちらの銘柄は E ロジットですけれども、こちらの銘柄は3月後半にかけて急激に株価上昇している局面がありましたので、そこからじりじりと下げていく展開ということで、あまり空売りのポジションが苦しんでいくような展開ではないと。先月の段階ではあまり買う気なかったんですが、なぜか次ご紹介するこちらフィクサーという銘柄と動画の中で出来高の様子を見ながら買っていきますよというコメントの中で、こちら両者実際に投資する銘柄を途中から逆にお話ししていたようでしたので、E ロジットを実際に買って、一応株価の推移としてはそれなりには魅力的。ただし、以前ご紹介したトリプラという銘柄のように山をつけて帰ってくるかもしれない。少し気をつけながら買いたいですと言っていたフィクサーに関しては株価の推移は見ていましたけれども、実際には買っていない銘柄となっています。結果としては右上 E ロジットの方がじりじりと下がっていく展開が続き、フィクサーに関しては4月の月末にかけては非常に好調な展開続きましたけれども、5月に入って少し調整が入っていると、そんな展開の6銘柄となりました。ということで過去の検証リストと同様にご紹介した銘柄と購入日、その日の買い付け価格、売却の日、そしてその売却価格、そしてその騰落率、これに関してはグロース250指数の騰落を差し引いたアルファの数字を出しております。こちらの企画約1ヶ月に1回お出ししていますけれども、早5回目ということでもうすぐ半年、右側の騰落率ご覧いただいても比較的良好なパフォーマンスを記録する銘柄選べてきましたが、今回に関してはあまり芳しくない結果となりました。まず購入日について動画ご紹介直後に買ったのは2番目のテクノロジーズ、3番目の E ロジット、そして様子を見ながら買ったのがトゥーストンサンズとエレメンツということで、様子を見るというのは出来高の盛り上がり方、そして株価の推移、あまりテクニカル指標というのは参考程度には見ますけれども、それをもとに買うタイミングを決めるということはカモラレは行っておりません。また下2つの銘柄に関しては字体薄くなっていますけれども、左側の購入フラグが0になっているようにご紹介はしましたが、
実際の投資は行わなかったという判別をする銘柄となっています。こちら投資対象外の銘柄に関しては、前回動画アップした直後の株価から足元5月10日のところまで、この株価推移をご覧いただいています。また投資をしているものでも、中ほどテクノロジーズや E ロジットのように途中売却したものもあれば、トゥーストーン&サンズのようにまだ保有している銘柄もありますので、こちらに関しては次回以降の検証で合わせてご紹介したいと思います。そうすると実際投資した中ではエレメンツ 17% の伸びということで、決算通過した後に買うことでそれなりに鞘が取れている。またテクノロジーズも踏み上げという動きではありませんでしたが、じりじりと上げて 7%。一方で投資対象外のフィクサーに関しては、足元までですと騰落率わずかですけれども、4月の下旬にかけては1700円を超えるような 15% 程度の上昇を見せるところもありました。こちらの企画、回数も増えてきましたので、一番最初に動画をお出しした2023年の9月22日からどのような騰落推移をたどっているか、グラフを作成しましたので、動画の最後にご紹介したいと思います。それでは今回の動画でご紹介する銘柄、足元で需給が逼迫していそうな銘柄というのをご覧いただきますと、あれ少し見栄えが変わっているではないかと。一応従来ですね、Python というツールを使って、その上で出力される表というのをそのまま使っていたので、ご覧のようなビジュアル見やすいような表ではなかったんですけれども、銘柄の選別をするときに私自身が見にくいということもありまして、今回は Excel に吐き出して見やすいビジュアルにしています。いつも通り空売りや信用売買の比率に関しては同じ条件設定を用いて、一番左側の数値、空売り比率の金字を取った時の購買に関しては、前回の動画で検証のテーマとしていましたが、あまり新たな発見となるものは見つかりませんでしたので、金字を取る期間は6ヶ月のままにしていますけれども、その中で購買マイナス 0.1 以上と、できれば0以上がいいということで、念頭には置きながらもう少し銘柄の様子を見ていきたいと思います。そして今回は新たにピックアップした銘柄から実際に投資する銘柄を選ぶにあたって、先ほど少し触れましたが、判断の材料の一つにしている出来高あるいは株価の推移というのを、それぞれ10日間の出来高の盛り上がり方、過去3ヶ月平均に対して何倍になっているか、そして直近1ヶ月の株価の騰落率、これを横目に見比べながら選んでいきたいと思います。そうすると一番上、ハッチワークという銘柄、こちら上場間もない銘柄ですので、右側の参考指標はデータなし。空売り比率や信用売買についても、IPO 直後は非常に特殊要因が多いですので、もしかしたら踏み上げ起きるかもしれませんけれども、こちらの企画では対象外にさせていただきます。そうすると一番上に来るのはキャスター。空売り比率の近似値、購買はリストの中で最も大きな数字になっています。またたまにご質問いただきますが、流通株の比率についてはブルームバーグのデータを用いています。またリストの3番目、売れるネット広告者、こちらに関しては2月の時にかなり大きな踏み上げ。しかしその後山をつけて元の株価水準まで戻ってきてしまっていましたが、5月に入ってから再び何回かストップ高をつけるような踏み上げが起きています。こちらの需給逼迫リストの中でも一時ランキングだいぶ下の方まで下がってきましたが、再びここまで上がってきたということで、右側の参考指標、出来高や株価ご覧いただいてもダントツで大きな盛り上がりを見せていますが、今から入るには手遅れということで、この近辺で近いようなデータ、記録している銘柄を探しましょうという風になってきます。そうすると5番目のジャパン M&A ソリューションという銘柄も購買の数字が大きく拡大傾向。ただし足元の比率は近似値と比べるとプラスの 5.72 とそこまで大きくはないということで、この銘柄が特徴として挙げられるのは信用買いの青のグラフの方ですね。45.86 と上2つの銘柄を除けばご覧の中では一番高いということで、基本的には空売り比率の方を重点的には見ていきますが、冒頭のロジック考え方のところでご説明した通り、信用買いの膨らみ方というのもある程度関与してほしいということなので、これがどのくらい作用するのかというのを検証するにはちょうどいい銘柄かと思われます。また同様に検証の銘柄として前回のテーマで持ち越している空売り比率の購買設定期間によってゼロ近辺まで下がってしまっても問題ないのか、もっと短期間で購買を取ってプラスの数字を見た方がいいのかというのを確認する銘柄の一つとしてアイデミーを追っていきたいと思います。
こちらの銘柄に関しては購買マイナスになっていますけれども、直近の空売り比率と近似値の差が 16.47 と、リストの中ではその下バリュークリエーションの 18.16 に続いて2番目の大きさということになっていますので、非常に空売りが足元で膨らんでいる、需給逼迫に期待の持てる銘柄。そして最後一番下のコレックという銘柄。こちらに関しては一番右側、1ヶ月の株価推移ご覧いただきますと、プラスの 18% と、他の銘柄かなり難聴なもの多い中で、少し上がり目が出てきているんではないかなということで、この後株価推移と空売り比率の棒グラフをご覧いただきながら、投資対象銘柄選んでいきたいと思います。それではまず最初に選んだ銘柄、キャスターですけれども、4月の上旬に一度株価の踏み上げが起きましたが、元の水準に戻って少し上がり始めたという状況ですね。そして空売り比率、信用売買の週次の変化をご覧いただきますと、こちら、株価の踏み上げが一度起きていた4月の上旬のところで、棒グラフがそれぞれ拡大していますけれども、オレンジの空売り比率ご覧いただきますと、まだ高い水準を維持している。これは当企画前々回でご紹介しましたが、空売り比率、高い水準を維持している銘柄が好ましいという検証結果がありましたので、非常に魅力的な推移ですね。そもそも株価水準元に戻っているのに、未だに空売りポジションを保有し続けているということで、流通している株が薄れている可能性が考えられます。またこちらの銘柄だけ、グラフの縦軸2倍にとっていますので、グラフの拡大傾向というのは、他の銘柄のグラフよりも大きめのものになっているというのはご留意いただければと思います。続きましてこちらの株価推移ですけれども、バリュークリエーション。こちらは4月の中旬に大きな株価の下落がありました。1300円台から900円台まで4分の1以上下がっているわけですけれども、そこから5月に入って 10% 程度戻したというような状況ですね。こちらの銘柄に関して空売り比率の推移をたどってみますと、株価が大きく下落するところから空売りの比率が積み上がってきているということなので、株価戻っていくのと同時に空売り比率が下がっていくんであれば、それは買い戻しが入っているということなので、調整が入ってくることがあれば買いたいと思います。そして3つ目の銘柄はこちら。これもキャスターと株価推移は同じような銘柄ですが、先にコレックという銘柄、リストの中で一番下最後にご紹介した銘柄をご覧いただきます。こちらの銘柄3月の下旬にかけて大きな山をつけていて、ストップ高、ストップ安、ストップ高と珍しい動きをしている銘柄ですね。その後は元の株価水準に戻った後にじりじりと右肩上がりに上がっているというような株価推移ですけれども、こちらの銘柄の空売り比率、信用売買をご覧いただきますと、株価の踏み上げが起きた3月中旬、珍しく信用売り、ピンクの棒グラフが出ているあたりですね。この時以上に空売り比率が拡大しているということで、株価じりじり上がっていく中で広がっている。これは非常に需給の逼迫具合としては面白そうな銘柄ではないかと思います。ただ空売り比率の数字自体が 50% 程度なので、どれくらい踏み上げに寄与するかというのはわかりませんけれども、もう少し積み上がりながら株価じりじり上がっていってほしいなというところですね。とはいえ、そこまで待っていても検証にはなりませんので、こちらは比較的早い段階で狙っていきたいと思います。そして残りの2銘柄ですけれども、まずはアイデミ。こちらは株価が4月の中旬下旬にかけて右肩下がりに結構ずるずると下がっている。足元では少し持ち直してきているという状況ですね。そして空売りの比率推移をご覧いただきますと、4月の中旬から下旬にずるずる下がっていく中で空売り比率が増えていっていますので、そんなにポジションとしては苦しくないのかなということで、ちょうどですね、2月下旬から4月の頭まで株価が高かった期間に空売り比率がちょうど凹んでいますので、空売りポジションとしてはそんなに苦しくない状況かもしれません。ただですね、金字を取った時にご覧のように中ほど凹んでいますので、足元では拡大傾向ですけれども、この6ヶ月間全体を通せば、購買がほぼ横ばい0近辺、先ほどリストでご覧いただいたようにマイナス 0.09 となりますので、例えばですね、これをちょうど真ん中の3ヶ月でグラフ区切って近似値を取れば、それは足元の拡大を反映して購買がプラスになってくるということで、そのあたりの検証に使いたい銘柄になってきます。そして最後にご紹介するこちらの銘柄ですね。ジャパン M&A ソリューション。こちらは3月の中旬に大きな株価の下落が入りまして、その後ずるずると右肩下がりに難聴な推移となっています。
株価の水準だと4500円つけていたところから2000円ですので、半分以上吐き出していますね。そんな中で株価ずるずる下がり続けるのをいいことに、空売りの比率はどんどんと3月以降ですね、拡大が続いているということで、こちらのグラフだけ見れば非常に需給逼迫という意味では魅力的なんですが、おそらくほとんどの空売りポジションが利益出ている状態ですので、空売りサイドが売却を迫られて、売れないがために流通する株券がなくなるといった状況はあんまり考えられませんが、ここまでですね、利益が積み上がるようなポジションが膨らんでいると、多少買い戻しが入ってきてもいい頃合いかもしれません。ただ今回ご紹介した5銘柄の中では、空売り比率の推移としては綺麗ですけれども、積み上がり方、株価の推移を見た上ですと、相対的にはあまり優先して買っていきたい銘柄ではないかなということで、魅力度的にはご紹介した順番にですね、実際の投資対象としていきたいと思います。ということで、ご覧いただいた5銘柄の中で実際に投資していくのは3あるいは4銘柄になってくるかと思いますが、その銘柄たちが1ヶ月後にですね、どのような株価推移辿っているか、持ち越しているトゥーストン&サンズといった銘柄も踏まえながら、また次回検証していきたいと思います。最後にこれまでの株価推移、ピックアップした銘柄をポートフォリオで組んだ時にどのような経過をたどるかというのをグラフでご覧いただきますと、一番最初に始めたのがこちら9月の22日。そこからですね、毎回1ヶ月程度の間隔を置いて、第2回、第3回、第4回、第5回と、第2回の時はですね、少し長めに銘柄持っていましたので、2回目と3回目のところ期間空いていますが、基本的には毎回5銘柄前後をご紹介して実際に投資する銘柄というのをそこから3、4銘柄絞っていっているわけですけれども、例えば3銘柄投資対象としてご紹介した回ですと3分の1ずつ資産を投下していく。そして株価上がったところで利益確定をしていく。その売却資金についてはキャッシュとして次の動画紹介のタイミングまで置いておくと。そのような投資行動を行った時にたどる推移というのが青の線グラフになっています。一方でオレンジがトピックス、グレーの線はグロース250指数という旧マザーズ指数ですね。そうすると当企画でご紹介した銘柄第2回や第3回、10月のところからあるいは2月のところですね。このあたりが非常に大きな伸びを記録している。どの銘柄が寄与しているか気になる方は先ほどの動画中ほどでご紹介した検証の表ですね。そちらの中で銘柄ご確認いただければと思います。ただ前回第5回にご紹介した銘柄は1ヶ月間ですけれどもほぼ横ばいとあまり芳しい踏み上げを記録するような銘柄は見つからなかったということですね。ただ下の方をご覧いただきますとグレーの線、グロース250指数が動画を紹介したタイミングからかなり難聴な推移をたどっているということもありまして、皆さんの踏み上げ期待に対しては全然答えられませんでしたけれども、その下がらなかったという点をポジティブに考えながら、今回第6回の検証銘柄頑張って買っていきたいと思います。ということで次回までどんな株価推移辿っていくか気になる方はぜひ高評価とチャンネル登録していただいて楽しみにお待ちいただければ幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。